取れてるね。あ、多分いってる。いけますね。よし、ドキドキ。そう、皆さんこんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。スタッフのななみです。はい、今日からカメラをちょっと変えてみまして、見えないよね。オズモこれポケット3、なんか新しいやつにしてみました。画質がいいのだろうか、そしてちゃんと撮れているのだろうか。不安になりますね、新しいの使うとき。今日も超見切り発車で撮り始めたんだけど、でも今日はね、ちゃんと下準備はしたんだよね。そう。どうやって話そうかみたいな。今決めましたね。この秋読書熱すごい高まってて、本屋さんに行ってきたと伺ったんですが、すごい数の本を買われてて、しかも駅で買っちゃって、駅の乗り換え10分とかの話。10分でこれ買うんですか？しかもなんか結構読み応えありそうな。そうなの。面白い。あなたも人を殺すわよっていうタイトルが強烈。これは帯が気になって、これぞサスペンス小説の王道っていう2点3点する展開みたいなとか、ちょっと王道行ってみたいなと思って、でこっちはすっごい私好きそうなトーンだった。アムレットホテル、王様のブランチで紹介されたんですね。そうなんだ。話題の本らしい。面白くて、殺し屋詐欺師窃盗グループ何でもありみたいな。でもホテルに損害を出さなければ誰でも泊まっていいですよってホテルの話。ルールのレベルが低すぎる。損害を与えない、人を殺さないみたいな。あとはなんか今お仕事小説探してたから、これ理想の保育園を作ろうっていうやつ。保育園、今女性が活躍する話探してて、来年の国際女性で毎年3月はチャプターズ女性が主人公の本を選ぶじゃない。俺それの1個で、でもちょっと子供とか家族すぎたらちょっとユーザーさんね、チャプターズ独身だし、私もあんまり遠いかなと思っちゃったりしたり。あとこれ姫野薫子さんって僕は頭が悪い、私は頭が悪いからだっけ。彼女は頭、僕いろんな人頭悪くしちゃった。彼女は頭が悪いからがもう超衝撃作で、小説としてはめちゃくちゃ良かったので、風刺も聞いててっていう中で読んでみたくて、この大人だからこそ分かる青春、大人になってから分かるんだって。そういう青春いいですね。だからちょっと面白そうだな。でこれが最後、ミラーワールド。男女反転の滑稽で切実で問題の根深さが見えてくる。角川だ。これかっこいいよね。そう、なんかあれみたい。君の顔では泣けないも男女入れ替わってジェンダーを描いているやつの、これは男女が入れ替わるっていうやつみたいで、私角川のやっぱエンタメ小説大好きなんで。でも萌乃さん角川すっごい好きなのに、今回一作です。あ、そうだね。公文社の殺人事件楽しんでるかなという感じで、私が15分でさっき買ってきたっていう。すごい今日大荷物で、ね、そうなのよ。重たい重たいで、熱ーとか言って。本当だよね。暑いし重いし大変だった。まあ私とかななみちゃんとか日々本読んでると、まあ、自分が好きな本、逆になんか行ったことないジャンル広げようとか、この作家さんの何とか思うんですけど、やっぱり読んだことなかったら情報って本屋大賞か芥川賞直木賞ぐらいしかなくない本で、あと SNS とか健吾さんおすすめって書いてあったらとりあえず読んでみるみたいなことしかない中で、今このチャプターのお客様もですし、楽しい本と書店員、このチャンネルも女性の方が7割と8割見てくださってるんで、そんな方たちがこのね、読書の秋本番に自分で手に取って好きな作家さんとか久しぶりの読書を楽しめるようなものをおすすめできたらなと思って、今日はちょっと紹介しようと思って並べてみました。そうこれはね、だから全然ただのさっきおまけっていうか入っちゃったんですけど、で本題でいくと、読書の秋初めてでも読みやすい女性作家さん4名ご紹介してみたいと思います。12人じゃん。めっちゃしてみたいと思います。イエーイ。これはななみちゃんとミーティングでサクサクサクって決まったんだけど、そうですね、いろんないよね。本当にもう読書なんかまるで点でしてこなかったけど、この秋1冊ぐらい読んでみたいわっていう働く忙しい20代30代の女性がなんか電車の中とか日常でちょろっと読むシーンをイメージして選んでみたので、紹介していきたいと思いますし、本好きの方はこれコメント欄でね、いやこの人もいいよとか、この作品読みやすいよとか、このチャンネルを見るもうようこそ読書へみたいな人たちになんかいいコメント残してくれたらいい動画になるんじゃないかなと思うので、ちょっとみんなで本好きを増やしていくね、活動を楽しくやっていきましょう。増やせ本の虫。はい、早速行きましょう。はい、1人目ですねは村山咲さんをご紹介したいと思います。結構この作家さんはテイスト的にはファンタジー、絵本というかロマンチックだったり、こうふわふわっとした可愛らしい雰囲気で描く作家さんなんですけど、どういう人におすすめかなって思った時に、まさに私がそうなんですけど、学生時代に
ハリー・ポッター、ダレンシャン、獣の奏者たちとかこうファンタジー小説すごい好きだったなって人が久々の1冊目に取るとこう分かるこのワクワク感っていうのを思い出してまた読書に入っていけるんじゃないかなっていうので、はい、ちょっと持ってきてみました。村山咲さんの中でもこれおすすめ？そうですね、百花の魔法、これは私母親からおすすめされて読んだ本なんですけど、町の百貨店を舞台にその百貨店で働くいろんな人たちの視点で書かれていく連続短編小説になってるんですけど、こういろんな人たちのこう心理描写とか人間模様を見れるか飽きずに読めるっていうのが結構いいかなと思います。なんか隙間時間にも読みやすいんじゃないかな。結構これは分厚めにはなるんですけど、気づいたら、あ、もう終わっちゃったみたいな読みやすさなのも魅力です。裏技としてポプラ文庫ちょっと文字が大きいんで、ポプラさんは結構こう絵本とかも出してるのもあって、読みやすい、心が温まるっていうのも安心して読める出版社さんなんで、ゾロリが生まれるわけだよね。納得のって感じなので、そう、ここから始めてみるのは意外とありなんじゃないかな。私は村山咲選書でいくとこちら、風の港をおすすめしたいと思うんですけど、私はねどっちかというとファンタジーよりももうちょっと現実、地に足ついた話が好きで、彼女が出した空港にまつわる短編集か、おしゃれ、空港なの。そこ行き交う人たちの話が入ってくる短編集で、これ単行本の時からめっちゃ楽しみにしてたんですよ。で文庫になったから読んでみたらやっぱり読みやすかった。もう途中で終われないぐらいの感じでいいぐらいにこう短編が続いていくので、私はこう夜寝る前とか通勤中のちょこちょこ読みとかにいいんじゃないかなと。旅が好きとか、あと空港ってワクワクするじゃない、このデパートもしっかり自分がいて楽しくなるような場所を想像しながらの読書って絶対楽しいはずなんで、百貨店と空港とでちょっと出してみました。村山咲さんはあまりファンタジックだよね。可愛らしい文章を書く方。ファンタジー小説好きだった人はもちろんなんですけど、いやファンタジーはちょっと苦手って方にもいい塩梅、実在する場所っていうか、デパートだったり空港だったり、異世界に急に飛ばされたりとか、猫が喋ったりとかはしないんで、意外と入っていけるんじゃないかなと思います。確かに。あとさ、なんかこの本の挿絵がすごい可愛くない？これ電子なんでちょっと分かりづらいんですけど、これとかさすごい可愛いですよね。短編の扉絵。私もこれデパートのショーウィンドウに映るお人形さんとかのこうシーンがあったりして、多分イラストとの調和みたいなことで言うと村山咲さんは多分抜群なんじゃないかな。構えずさらっと読み始められるんでおすすめです。はい。では続いていってみましょう。続いておすすめの作家さんはこちらです。ファン推しね、青山美智子さんはこれ見たことある人も多いと思うんですけど、リカバリー可愛い子でしたよね。もう読みやすい作品といったらやっぱり出てくる方だったりね。彼女は人の優しさとか温かさみたいなことに絶対こう着地してくれるっていう絶対的な信頼があって、ちょっと悲しい出来事とか傷を負った登場人物も前を向いて終わってくれるので、とても読みやすいし人に勧めやすいです。こう忙しくて本読めなくなるってさ、花束みたいな恋をした後もさあれ本読めなくなる人のめっちゃ典型みたいなので多分超共感して胸痛い方多い中で、疲れてると現代人って読書頑張れない時に頑張れなくていい読書、青山美智子さんかなと。可彦は、公園にあるもうちょっと廃れたカバの人形さん、これの自分の痛い場所をこうさするとそこが治っていくと言われている、そんな都市伝説が街であって、一人一人こう悩んでる人が人の目をこう気にしながら立ち寄ってって撫でる、なんでそこが痛いのかみたいなことが続いていく話です。とにかく短編で読みやすいし、話題作っていうのもあって、例えば取っかかりとしてね、なんか全然最近本読まないんだけど、あれは読んだよ、青山美智子さんとか言うと本好きともね、そう話がちょっと盛り上がりやすくなる。そうなんです。なので青山美智子さんも好きになったらどんどんハマっていける優しいタッチの方なので。私ちょっと今手元にないんですけど、木曜日にはココアをっていうあれはね、あれは私弟に貸したらよかったって言って帰ってこなくなっちゃって、もうあまり読まない、あまり読まない私の弟がこれ借りてっていいって言ってもそのまま借りパクされちゃったぐらい、すごい読みやすさもあるしほっこりもだし、で木曜日にはココアをっていうのは毎週木曜日にココアを飲みながらお手紙を書きに来るお客さんがいるっていうところでスタートして、でその人を
お店の中で木曜日のココアさんっていう風に呼ばれてるんです、いるよね、アルバイト先でつけるそうですそうです、勝手にあだ名をつけられて、彼女が飲むココアを中心にいろんな人がこう重なり合って、そうっていうココアをめぐった話になるんですけど、ほっこりだけで終わんないのがめちゃくちゃよくって、もうそれこそココアなんですよ。ココアってもともと味付けしてないと多分めっちゃ苦いじゃないですか、けどこういろんな手を加えられて、砂糖とか加えられて、深みのある栄養もたっぷりな深い味わいになって、読むココアみたいな本なのがすごく読み心地もよくって。あれオーストラリア行くやつ行きますね。そうだね、シドニーに行って、私挫折しちゃった気がする、ココア。あ、本当ですか？旅期待して手に取っちゃって。そう、旅要素意外と薄い。そう、東京からシドニーへって書かれてるから、あ、なんか旅っぽい本かなって思ったら違う。全然なんかもうカフェほっこり小説ぐらいのテイストで読んだら納得になると思います。結構青山さんの本の特徴なのか、最初なんか誰が何を喋ってるのか分かんないみたいな、木曜日のココアもそうなんですけど、急に会話文が始まって、これは誰が言ってたんだろうみたいなのがあったりするんですけど、ちょっとずつこれあの時のこの言葉あの人が言ってたんじゃないかみたいなのが分かってくる。2週目するとまた違う面白さもあるかなみたいな。青山美智子さんへの信頼感はあるね。本ページ開いてずっと嫌な気持ちにならないから疲れちゃってるとか、小説なんてコスパ悪いし今の私じゃ読めそうにない、そんなほっこりとかみたいな人こそこういう小説で心を安らげていいんだっていう自分を慰めてあげてほしいね、と思って青山美智子おすすめです、はい、では続いてちょっとエコひいきが入るんですけど、はい、今回4作家さんの中では、私たち正直激推しよね。そう。はい、星尾早苗さんです。もうね、最高、星尾早苗は。特に今もブームですよね、私たちの中で。そう、なんか、ほっこり小説って世の中いっぱいあるんだよね。で、やっぱり選書する中で、みんながこうちょっと安らぎを覚えたりとか、嫌な気持ちにならずに読書を終えてほしいと思うと、そういったジャンル結構私たち深掘りするんだよ、その中で出会った星尾早苗は最高だという。最高だ。だからこれ本読みさんも納得だと思います、結構ね表紙がライトだったりするんですけど、これとかあとこれも結構ライトですよね、なんですけどあんまりそこ気にせず星尾作品、星尾ワールドに触れていってほしいなと思ってます。星尾さんの素敵なとこってななみちゃんどんなとこですか？読んだ本結構日本の伝統工芸みたいなのに触れられていて、そこへ対するリスペクトが本当に素晴らしい、研究すごいしてそうだよね。読んだ後背筋が伸びるような、ちょっとだけこう日々を丁寧に生きたいなって思わせてくれる良さがあるのが、私はすごい好き。あと主人公がどういう気持ちで何に悩んでるかの感情の描写がめちゃくちゃ丁寧だから共感しやすい。そうですね、全然違う登場人物たちがいっぱい出てくるのに、全員に対して「分かるその子だ、分かる」みたいな、首いっちゃうんじゃないかぐらいの話で、その共感しやすい主人公の描き方っていうのも星尾さんの魅力かなと。じゃあ2人とも持ってる本からいこうか。金継ぎの家、私もあまりに好きで、私本どんどん捨てるんですけどまだ家にあった。これ萌野さんに激推しされて買っちゃった。本当金継ぎを巡る話です、で富山に行ったり、飛騨高山に行ったり、飛騨高山行きますね、いろんな場所を訪れる親子3代、おばあちゃん、お母さん、そして主人公の進路に悩む高校3年生の女の子のひと夏の物語です、超いいです、超いいです。今新しいエッセンスが何か欲しいみたいな時に教養も入ってくるんだよ、この金継ぎの関節で。日本国内の地理についても知れるし、働く人にもおすすめですと。これ前の動画でも紹介したかな。そうですね、何回か出てる気がする。今日は星尾早苗特集って特集じゃないよ、特集読みやすい女性作家特集の中でこれはいいよという私たちのチャプターでおすすめ、であとは、私これも読んでます。言葉の園のお菓子版。私それ読んだことない。本当？これ重ねじゃありがとうございます。これは短歌の話で、和菓子とかじゃなくて違うの。そうなんだ。短歌の歌の会に亡くなったおばあちゃんが生前ずっと行っていて、みんなでそこで短歌を書きながら美味しいお菓子を食べるっていう習慣があったの。でそこにおばあちゃん亡くなったから私がじゃあ参加しようかしらって言ってハマり出すっていうお話です。これもと日本のね古くから伝わる伝統に関する本なので、
それもすごいいいなと、優しい気持ち、和菓子って感じの話ですね。でこちらななみちゃん激推し、これはですね、9月のチャプターズの選書でお迎えしたポプラ文庫さんと一緒に共同選書した本なんですけど、活版印刷三日月堂って、もうねタイトルで軽そうだなみたいな感じで手に取らない方もったいない。本当にこれは表紙もこんな感じで、ちょっとライト目かなって思うんですけど、これは川越を舞台になくなっちゃった活版印刷所が復活して、その町に住む人々の伝えられない思いみたいなのをどんどん形にしていくっていう話になってて、活版印刷なんか全然馴染みないじゃないですか。活版印刷って小説書けんのね、そう生まれるんだみたいな。本好きってやっぱ言葉好きじゃないですか、文字とかもう刺さりまくり、あ、こんなになんか日本語って美しいのねっていうところにも触れられるし、各種うるきちゃうような本だ。そうね。また金継ぎの家とはちょっと違ったテイストですね。銀河ホテルの居候も星岡早苗さんでまた読んでて、それも昔からあるホテルを舞台に手紙室っていうのがあって、そこもねもうなんかじゃあ好きなんでちょっと近いかもしれない。活版印刷好きな人は銀河ホテルも好きだと思う。星作家さんに良さそう、星尾早苗さんはこういう感情にさせてくれるんだって一冊読めばわかるから、絶対違う本で戻っても納得。確かに。あとやっぱ研究熱心で全部にその何かの教養みたいなエッセンスをくれるから、作家読みもすごいしやすいし、そのプラス知識教養みたいな、いいよね。これはなんか日本の女性すごい楽しいと思います。じゃあ最後、近藤文江さんをご紹介したいと思います。なんか近藤さんいろんな本書いてるね。そう、本当ジャンルも多岐にわたり、舞台もいろいろ行ったりするんですけど、でも大枠のテーマとしては、旅、食べ物、あと、劇場が舞台のやつもあるな。チャプターズのパーソナル選書、でも普段好きな作家さんとかいらっしゃいますかって言うと、結構この方私は聞く。そうかそうか。近藤さんはあれが魅力だよね。伏線回収とか、いやうまい、ミステリーも書かれる方だから、その最後まで気になる展開をちょっと残してくれる感じが、とても読みやすいんじゃないかなと思います。読んでて飽きないっていうのがすごくいいかなって思います。本を普段読まなかったら連続短編とか短編から入ってくると思うと思うけど、あ、読めちゃったわみたいな経験でいくと、近藤文江さんの長編はいいかなと。作品でいくと、一番はこれかな。過去チャプターズでお届けしたことがあるんですけど、30歳を目の前に青いスーツケースを見つけた女の子が旅をするっていうところから始まり、その旅がすごく良かったっていうので、友達にその青いスーツケースを貸してっていう感じで、友達でこう青いスーツケースがぐるぐる交換されながら、スーツケースと一緒にいろんな国を旅していくっていう話なんですけど、やっぱ30手前とかになってくると、やりたいことやれてなかったなっていうのをこうちょっとアイコニックな青いスーツケースとともに挑戦するっていうところでもすごい前向きな気持ちにしてくれるのがよくって、特に女性にはぶっ刺さりまくりの一冊かなって思う。なんか私も旅大好きだからさ、私この本出たいとかそう出たくなる。スーツケース貸してくれるってなった。これは確かに旅気分になりたいなって時には全部叶えてくれる。満足ですね。そうね。パリも行くしね。そうですね。もう一個これは旅に実際に行く描写は少ないんですけど、時々旅に出るカフェ、これも結構名作なので、旅つながりだね。旅つながりなんですけど、これは海外旅行好きの店主が海外でこう食べた珍しいスイーツを自分のカフェで出す。で、月の半分は海外メニュー開発のためお休みですみたいな、ちょっと独特なカフェなんですよ。に仕事疲れちゃったとか、プライベートがうまくいかないってこう心疲れた人々が新鮮なスイーツを食べてパッと心も明るくなるし、斬新なスイーツからまた新しいアイデアがひらめいて、プライベートとかお仕事のお悩みの解決につなげていくみたいな、はい、もう素晴らしい本で、ミステリー要素でいくとこっちの方がある。本当？ネタバレになるとちょっとあれなんですけど、最初は全然そうミステリー感覚ないんですけど、途中から雲行き怪しくなると、あれこれもしかしてミステリーみたいな。だからそれがちょうど本の半ページぐらい読んでからなんで、半ペ
ージってちょうど飽き出すじゃん、うんうんあまだこんなにあるのかよぐらいの時に新しいニュース入ってくる感じで、そう最後まで心地よく楽しいテンションで読める。本田さんうまいよね。うまい、本当にタイミングよく分かってらっしゃるなっていう、はいような一冊です。チャプターズでは過去近藤さんの作品だとタルトタタンの夢っていう、入れましたね、手元の絵にこの辺出てるかな。ね、表紙をよく見たことあると思うんです、ね、あと続編の「晩鐘をあなたに」っていうのも出てるんですけど、ビストロのカウンターでパマールっていうねお店の舞台にシェフがすごい推理好きでいろんな人の悩みを解決していくって話で、ミステリーはやっぱちょっとその沼って深いからいろいろあるんだけど、最初タルトタタンの夢ぐらいから入って自分は推理が好きなのか主人公のキャラの濃さが好きなのか、お食事とかその場所の描写とかが好きなのか。確かに見極めにすごいいいかもしれない。すごい近藤さんいいかも。でもう一個、ここにもないんですけど歌舞伎座の改心誌っていうのもあって知らない私。最初からちょっと謎を用意してくれてるんだけど、なんせ劇場が舞台だから、劇場とかお芝居を日頃見に行くのが好きな方はいいんじゃないかなって。私チャプターズでさこのパーソナル選手してて、本以外でいつも好きな休日の過ごし方何ですかって聞くと劇を見に行くのが好きって方がめっちゃ多い。あ、そうなんですね。読書が好きな女性は観劇も好きなのか。みんなすごいいい時間過ごしてるような人。確かに。近藤不明で回せるよね。いける。時々旅に出るカフェいいなと思って旅行きたいかったらスーツケース行って、でミステリー行きたかったらそこから例えば幅広いな。近藤さんで遊べるかも。ということで汗かいてきちゃう。いっぱい紹介しましたが。みんな好きなの本あったら嬉しいですし、本当にコメント欄にこの作家さんのこの本もいいよみたいな、全然読まない方本が安心して開ける1ページ目の作品ちょっと募集してます。で最後ね、とはいえなのよ、この文字の羅列を本読んだことない方が急に挑戦できるかと。1ページ目、私でも重いもん前が、思います。一回開いちゃえば何のことじゃないんですけど、読むぞっていう気合を入れるまでがかかるとって時に、コミックエッセイがいいんじゃないかと思い、ちょっとご紹介したいと思います。これは覇者さん、これ個人出版になるんですけど、フィリピンではしゃぐっていう覇者さんがフィリピンではしゃいだ、はしゃぐの覇者さんどうだかわかんないんですけど、本当にはしゃぎまくってる留学体験記になってます。コミックエッセイってどういう形態っていうと、こんな感じで本当に構成は漫画なんですね。でも漫画よりかは文字が多いで、エッセイよりかはイラストが多いっていう、読み応えのある漫画みたいな感じで読めるんで、人生で一冊も本読んだことないんです、国語の授業ぐらいしか触れたことないぐらいの方は一回コミックエッセイっていうジャンルを手に取ってみるのもいいかなって思います。確かに。そう。フィリピンどんぐらいいるのこの覇者さん。旅行じゃなくて留学なんだっけ？留学です。半年ぐらいいたのかな。英語できない、全くできないレベルから入るんで、わかるみたいな、やっぱ大変だよねみたいな、すごい共感して入りやすいのもいいし、いろんな国からフィリピンに留学来てるんで、そこのカルチャーの違いみたいなのも楽しめるし、もちろん舞台のフィリピンのカルチャーもすごい楽しめるしっていうので、読みながら私もフィリピン留学してるぐらいまである、すごい没頭エッセイ。そうなんです。表紙もキラキラ加工してるのに800円で買える。すごいよね。800円で申し訳ないって思っちゃうぐらいの満足度ある一冊。みんな買おう。はい、みんな買おう。私はあれかな、これはコミックエッセイとかも漫画寄りなんですけど、新潮社のお一人様ホテルは本当にあるホテルに一人で贅沢ステイして日頃の疲れを癒すっていうのが趣味のいろんな人がホテルに行くっていう漫画になってて、すごいディティールが本当にあるもので書かれてるから、私も一流のおもてなしを受けたようなリラックス効果があって、5スターホテルは行けないじゃない、日々行けない、でも本でここまで連れてってくれるんだっていうすごくありがたいお薬みたいな漫画だったんで、今シリーズで出てるからいろんなホテルに行った気持ちになって、ね、すごいとっておきのホテル1個であったら、ここに行こうと思ってまた仕事頑張ったりとか日常頑張るのもいいと思うので、私もね1個行ったホテルがあって、そうなんですか。すっごい素敵なホテルだったので、みんなにもそんな経験を癒される、本当に旅に近いものを経験してもらいたいっていう意味だとひとりさんホテルおすすめです。はい、という感じで小説4作家さん紹介して、それでちょっとでも難しいなと思ったらその覇者さんとかお一人様ホテルとかちょっとコミックエッセイとかでちょっと準備運動して本を読んでほしいなと思います。
本を読む価値って何だと思う？最後えになんで読んだ方がいい？読んだ方がいいなって思って読んでる感覚私はなくって、体1個しかなくって、人生は1個しか体験できないけど、本読んだらその中にはいろんな登場人物のいろんな人生があるわけじゃない、それを味わえるのが楽しいから、いろんな人生を味わうために読んでる。なんで読んでます？ね、なんでだろうね、本当になんでだろうなんでだろうねでも私はなんか言葉が好きで、それが小川洋子さんのすごい好きな言葉があって、本は一回体を通ったらもうそれはあなたのもので、別にあらすじ覚えてなくても登場人物の名前忘れててもあなたの中にいる、だから大丈夫だっていうのがあって、本当になんかそうだな、本で経験した言葉とか体験がふっと自分の日常会話に出てきた時に、あ、なんかすごく豊かな人生だな自分の人生はって思えることがあって、なんか作用があるわけじゃないんだけど、もちろんなんか寿命が伸びるとか、賢くなるとかって本言われてるし、本読んでるっていいよねって言われがちだけど、なんかあんまり難しく考えず楽しいから読んでほしいなと思って私たちはやっております。私ももちろんこう SNS ずっと見たりとか、動画配信のものばっかり見たりとかもするけど、読書の方がすごくこう濃い時間を過ごしてる感じがする。みんなもこうプレッシャー感じずに、本もその面白いネットフリックスのエピソード1を見るぐらいの気持ちで、意外と1ページ目開いちゃえばもうこっからいけるから、みんな。そう、買った電車の、帰りの電車で開くがいいかもしれない。確かなんかね、私あんまり積んどくしないんですけど、1ページ目はもう超軽率に開いていく。なんかそれはもしかしたらいっぱい読んだり本を好きになるきっかけになるかなとも思ったりしますね。だからみんな読書の秋、たくさん本を読む人が増えたらいいなと思うし、いい作品があったらぜひ教えてください、コメント欄でね。はい、それではまた次の動画で会いましょう。失礼します。バイバーイ。本読んでね。読んでね。